こんにちは、メモリーズ横尾です。今日ご紹介する案件はゴミ屋敷です。もうゴミ屋敷といってもですね、もう天井ぐらいまでかなり大変でした。でそれに加えて今回は孤独死でもあるんですね。死後半年です。依頼主は名護さんからの依頼で、住んでた方は結婚はされてなくてですね、一人で住んでたんです。動画を見ていただいたらご理解していただけると思うんですが、何もないんですよ。いや、物はめちゃくちゃあるんですよ。だからタンスとかね、その服とかもうめっちゃ少なかったんです。だからもう一個家どっかにあったのかなと思ってしまうんですが、名護さんはその今回お亡くなりになったおばさんのことを5年ぐらいは会ってないみたいですね。いきなり、お母さんのところに警察から連絡があったと。お母様もこの名護さんも、その死後半年でゴミ屋敷ってね、警察の方から聞かされて現場に行くのが怖くて、もう鍵を渡してお願いしますっていうことでした。このおばさんは、結構一流の会社に実はお勤めだったみたいで、定年までね何十年もそこで勤め上げたということを聞いています。で今回は、死後半年っていうことなんですが、いわゆるこの昭和の時代にニュータウンと言われているような団地群で今回亡くなっていました。なのでワンフロアに12世帯住めるようになっているんですけど、なのでなぜ半年も気づかなかったのかなっていう、ちょっとね不思議だなっていうところもあるんですね。ただですね、そのニュータウンって言われるものは僕が小学生の頃ね、いろいろ団地がバーッとできて、でいっぱい小学生の仲間がいっぱいいて、本当に毎日ね野球したり、もう鬼ごっこしたり、もういろんなことして遊んで、よく近所のおばちゃんにも怒られましたけど、でそうやって育ってきたその子供世代、僕たちの世代がみんなやっぱりこう家庭を持ったり、みんなそう家を出ていくじゃないですか。そうすると高齢者の親だけが残ってしまうと。実はそういうのはね、やっぱり孤独死が発生しやすい状況にでもあると言えるんですね。またね、今そういうところをリノベーションして若い世代、若い夫婦とかに住んでもらうっていうような施策がうまくいってる地域もあるんですけどね、そうなってくるとまた高齢者の方、若い世代っていう風にまたコミュニティが生まれて、またねそれはそれでいい事例になっていくかなと思うんですが、残念ながら今回、死後半年でゴミ屋敷という本当に大変な現場でした。はい、もうそれは動画を見ていただければわかると思います。どうぞ。これリサイクルやな。匂いが上がってきたな。結構カチカチやな。でもすぐいっぱいになると思うよ。傘が増えるパターンやなこれ。おお。
が出てきてもおかしくない。めちゃくちゃシーツあるぞ。酸素が薄いわ。酸欠やもろとに。パンストパンストすごい。パンストすごい。パンストすごい。なんだこのパンスト。これで何個ラグビーのボール磨けるか。ほんまやばいな。こっち結構ふわふわしてるで。シーツさえ溶けたら結構サクッと、サク言うても量半端ないけど腰がな。俺もちょうだい。いくよ。ここ開けて、ドア外しとうか。俺ちょっとこっち地味にやっとくから。よっしゃ。大丈夫か。ちょっとまだ休憩させてな。ほこりがすごいからマスク取られへんしな。どうやもろ。全く人間像が見えてこないよ。ここってエアコンないやんな。はっきり言ってつけようと思ってもつけられへんけどな。もろずにごめん。セカンドハウスちゃんも。ああ、面白い。
ょっとや頑張ろうわ。これぐらいで、あとはちょっと袋にして他に拾おうかな。成長からですね。まずこれ取ろう。いずれにしても今回のゴミ屋敷、中で、なくなってしまってたというのがありますが、1年2年でできたものではありません。下から新聞で何十年も前の新聞も出てきました。ということはそれぐらいからやっぱりこう片付けといいますかね、ものが溜まっていってたということになります。これは、本来であればね、ご自身が早期に家族や行政とかに片付けの相談をしていればですね、やっぱりまた違った結果になったんだろうなとは思うんですが、いつも僕は言ってますけども、孤独死自体は悪いことではないと思うんですが、発見が遅れたり、やっぱりそこに誰も気づいてもらえない環境があるっていうのはね、周りにたくさん人が住んでいてそうなってしまうっていうのは、やはり何か僕たちは何かやっぱり考えていかないといけない時期に来てるんだろうなっていうのを感じます。はい、ではまた発信していきます。よろしくお願いいたします。